ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、ということでこの動画企画まだ撮り始めたばっかりだけれども、はい、早速帯ちゃん本番があるんですね。そうなんです。発表会がありまして、あと数日に迫ってるんですけれども、もう練習中です。はい、練習しててどうですか？いい感じ？いやー、すごく順調に吹ける時もあれば、全然音が出ない時もあって、音がカスカスになっちゃって、これもし本番でこんななっちゃったらどうしようっていう。なるほどなるほどなるほど。早速になっちゃうけれども、本番をちょっと想定して、なるべくかすれないためのコツみたいなのをぜひやっていこうと思おいます。願いします。はい。ということで今日の心得はこちら。尺八が吹ける己を信じて小細工するなっていう小細工してるかもしれません。いろいろまあしょうがないんだけど不安になって尺八って最初に音が出ないから、吹く時はいろんな角度で試したり、いろんな吹き方してやっと音が出たみたいになるけれども、でももうおじちゃんは吹けてるから、だから自分を信じてその吹ける状態をなるべくキープする方がよくて、ついつい不安になっていろいろ動かしちゃうと思うんだけど、最初は調子が良くても長い曲を吹いていると、後半になってだんだんかすれてきちゃう、息が苦しくなってくる、そういう時に顎を上げちゃう人と下げちゃう人、これ両方いるんですね。顎を下げちゃう人の気持ちがある意味わかるのは、ここに息を当てるから、当たる場所をだんだん近づけたくなっちゃうんですね。でもそうすると当たんなくなっちゃうっていう、だんだん吹きにくくなっていってしまうという感じがあるので、最初は楽でもちょっとさらにいってしまうともうダメになっちゃうっていうものなので、動かさないのが一番ですね。帯ちゃんの場合は顎をどちらかというと見てると上げちゃう傾向があるんじゃないかなっていう、一生懸命息の力を使っちゃってる、苦しい時ほどっていう息の勢いに任せようとしちゃうから、吹かなきゃって思っちゃって、でその息の勢いを当てるためにはちょっと離した方がいいから離しちゃうんだけれども、そうかもしれません。でも離せば離すほど力を入れて吹かなきゃいけなくなっちゃうし、でどんどんこれも外れすぎちゃうと全然当たらなくなっちゃう、すごく難しくなっちゃうから、やっぱり変えない方がいいですね。なので顎を上げちゃう人は気をつけてほしいのは、顎で塞いでるここの部分が開けば開くほど吹きにくくなると。なるべくしっかりここを塞ぐ、塞ぎすぎてもダメなんだけど、いつもと同じくちゃんと塞ぐ、空気が漏れないようにするっていうことと、あとは息を塞ぎつつもしっかり中に入れる。ちょっと吹いてみましょうか。今すごくいい感じですね。しっかりここを塞ぎながらも上ずっちゃうとかすれちゃうから、しっかり音になるようになるべく中を意識してあげると、かすれた時はいいんじゃないかなと。曲やっててかすれてきたなって思ったら、開いてるとか、息が外に向かっちゃってるとか、まずはそんなことを意識してみると、本番中もリカバリーができるんじゃないかなと思います。近くにして中に入れる。自分を信じてね、小細工しないという今日の心得でございます。かしこまりました。尺八。では、今日のお稽古のおさらいということで、曲を吹いてもらうんだけど、今回多分初めて出すよね。尺八の楽譜です。ロツレチハというカタカナで書かれている楽譜ですね。帯ちゃんはもうこの楽譜は読めるわけなので、まずはそこの基本のロツレチハね、尺八の5つの穴で出る音だけで練習してもらおうかなと思うんで、ちょっとね楽譜をオリジナルで書きました。メラカの学校行ってみましょう。じゃあ演奏する前にちょっと例から始めて、例で終わりましょうか。お願いします。では
感じですね。どうでしょう。はい、この曲を課題に選んだのは、はい。そのロツレチ派のオツ、低い方の音、はいロツレチ派のカン、高い方の音、この両方行ったり来たり結構する。で、カンが来たって意識するとついつい強く吹いちゃう。はい。そういう時が一番のかすれポイントなので、あーそういう時こそ落ち着いてしっかり中に入れてあげるっていうことを意識して吹けるといいんだけど、今結構それができてたと。もう中に入れるっていう意識をすごく持ちました。はいはい、それで落ち着いた演奏になっていたかなと思うんで、このままこの曲じゃないけどね、本番の発表も頑張ってください。頑張ります。はい、ということで、本番に向けてはい。引き続きその音がかすれないためのはいコツみたいなのを次回もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。おっす。